昔、深い森のそばに貧しい木こりが住んでいました。家族は父親とその妻、そして幼い兄弟のヘンゼルとグレーテルです。木こりは毎日働いていましたが、国中を襲ったひどい飢えのため、家には1日分のパンさえ残らなくなりました。ある晩、父親は暗い天井を見つめながら、子供たちに何を食べさせればよいのかと眠れずにいました。その夜、ママ母は父親に言いました。明日の朝、子供たちを森の奥へ連れて行き、火を焚いてパンを一切れずつ与えておいてこようというのです。父親は、そんなことはできない。森の獣に襲われてしまうと拒みました。けれどもママ母は、このままでは4人とも飢えて死ぬと責め続けました。ついに父親は、その恐ろしい計画に同意してしまいます。隣の寝床で話を聞いていたグレーテルは、声を殺して泣きました。しかしヘンゼルは、きっと助かる方法を見つけるから心配しないようにと妹を励ましました。両親が眠りにつくと、ヘンゼルはそっと外へ出ました。月は明るく、家の前に落ちていた白い小石が銀貨のように光っていました。ヘンゼルは拾えるだけの小石を上着のポケットへ入れ、静かに寝床へ戻りました。そしてグレーテルに安心して眠るようにとささやきました。夜が明ける前、ママ母は兄弟を起こし、森で食べるためのパンを一切れずつ渡しました。4人が森へ入ると、ヘンゼルは何度も立ち止まり、家の方を振り返りました。その度にポケットの白い小石を一つずつ道へ落としていたのです。やがて一行は見知らぬ森の奥深くへ着きました。父親は火を焚き、子供たちに待つよう告げました。そして近くの木に枝を結びつけ、風に打たれる音を斧の音だと思わせたまま、ママ母と家へ帰ってしまいました。兄弟は父親が木を切っているのだと信じ、夕方まで待ち続けました。火が消えると、辺りは真っ暗になりました。グレーテルは泣き出しましたが、ヘンゼルは月が昇るまで待つように言いました。やがて満月が森を照らすと、道に落とした白い小石が銀貨のように一つずつ輝き始めました。兄弟はその光をたどり、夜通し歩きました。朝になる頃、2人は家へ戻りました。父親は子供たちの姿を見て心から喜びましたが、ママ母は森でいつまでも眠っていた悪い子供たちだと責めました。しばらくすると、家の食べ物は再び底をつきました。ある夜、ママ母は今度はもっと深い森へ子供たちを置いてこなければならないと言いました。父親は最後のパンを子供たちと分けるべきだと反対しました。それでもママ母は聞き入れず、父親は再び押し切られてしまいます。兄弟はその会話を聞いていました。ヘンゼルは前と同じように小石を拾おうとしましたが、ママ母が戸に鍵をかけていたため、外へ出ることができませんでした。翌朝、兄弟に渡されたパンは、前よりもさらに小さな一切れでした。森へ向かう途中、ヘンゼルはパンをポケットの中で細かく砕き、少しずつ道へ落としました。一行は、これまで一度も来たことのない深い森まで進みました。昼になると、グレーテルは自分のパンをヘンゼルと分けました。両親は再び火を焚き、仕事が終わったら迎えに来ると言い残して去りました。けれども夜になっても、2人が戻ってくることはありませんでした。月が昇ると、兄弟はパンくずを探しました。
しかし森の鳥たちが一つ残らず食べてしまっていました。二人は帰り道を見つけられず、夜通し歩きました。翌日もその次の日も木々の間をさまよいました。木の実をわずかに口にしただけで空腹と疲れはひどくなるばかりです。3日目の昼ごろ、2人は雪のように白い小鳥が枝に止まり、美しい声で歌っているのを見つけました。兄弟が足を止めて歌を聴いていると、白い小鳥は羽ばたき、少し先の枝へ移りました。2人がついていくと、鳥は森の中の小さな家の屋根へ降りました。その家は壁がパンででき、屋根は菓子で覆われ、窓は透き通った砂糖でできていました。空腹に耐えきれなかったヘンゼルは屋根を、グレーテルは窓を少しずつ食べ始めました。すると家の中から非常に年老いた女が杖をついて出てきました。兄弟は驚き、食べ物を手から落としました。けれども老女は穏やかに笑い、怖がることはない、中へ入って休みなさいと招きました。食卓には牛乳、甘いパン菓子、リンゴ、木の実が並べられました。食事の後には白い布をかけた2つの小さな寝床まで用意されていました。ヘンゼルとグレーテルはようやく救われたのだと思い、安心して眠りにつきました。しかしその老女は人を食べる恐ろしい魔女でした。子供たちを誘い込むためにパンと菓子の家を建てていたのです。翌朝、魔女は眠っているヘンゼルをつかみ、裏の小屋にある檻へ閉じ込めました。そしてグレーテルを乱暴に起こし、兄を太らせるための食事を作れと命じました。ヘンゼルには美味しい料理が与えられましたが、グレーテルにはわずかな食べ物しか与えられず、毎日働かされました。魔女は目がよく見えませんでしたが、鼻は鋭く、子供が近づくとすぐに気づきました。毎朝、魔女はヘンゼルに指を差し出させ、太ったかどうかを確かめました。そこでヘンゼルは檻の中で見つけた小さな骨を指の代わりに差し出しました。魔女はその細い骨に触れるたび、なぜ少しも太らないのかと不思議がりました。それから4週間、ヘンゼルは同じ方法で魔女を欺き続けました。4週間が過ぎると、魔女はとうとう待ちきれなくなりました。太っていようが痩せていようが、翌日にはヘンゼルを料理すると決めたのです。魔女はグレーテルに水を運ばせ、大きなかまどへ火を入れさせました。グレーテルが兄を助けてほしいと心の中で願っていると、魔女はパンが焼けるほど熱くなったか確かめるため、かまどの中へ入るよう命じました。けれどもグレーテルは魔女が自分まで中へ押し込もうとしていることに気づきました。グレーテルはかまどへの入り方がわからないふりをしました。苛立った魔女は自分で見せてやると言い、鉄の扉を開けてかまどの奥へ身を乗り入れました。その瞬間、グレーテルは力いっぱい魔女の背を押しました。そしてすぐに重い鉄の扉を閉め、勘抜きをかけました。魔女は燃え盛るかまどの中で命を落としました。グレーテルは恐怖に震えながらも兄を助けるため、急いで裏の小屋へ走りました。グレーテルが檻の扉を開けると、ヘンゼルは飛び出しました。二人は泣きながら抱き合い、互いが無事であることを喜びました。魔女を恐れる必要がなくなると、兄弟は家の中を確かめました。そこには真珠や宝石が詰まった箱がいくつも置かれていました。ヘンゼルはポケットへ
グレーテルはエプロンへ持てるだけの宝石を入れました。そして2人は二度と戻らないよう急いでカシの家を後にしました。長い間森を歩くうちに木々や道は少しずつ見覚えのあるものへ変わっていきました。ところが兄弟の前に広い川が現れました。橋も船もありません。水辺には一羽の白いカモが泳いでいました。グレーテルが向こう岸まで運んでほしいと頼むと、白いカモは岸へ近づきました。ヘンゼルは2人で乗ろうとしましたが、グレーテルは重すぎてはいけないから1人ずつ渡ろうと言いました。白いカモは最初にヘンゼルを、次にグレーテルを無事に向こう岸へ運びました。さらに歩いていくと、兄弟はついに自分たちの家を見つけました。2人が戸口から中へ駆け込むと、父親は驚いて立ち上がり、子供たちを強く抱きしめました。父親は2人を森へ置き去りにしてから一度も心安らかに暮らせずにいたのです。そしてママ母はすでに亡くなっていました。ヘンゼルとグレーテルがポケットとエプロンから真珠や宝石を取り出すと、貧しい部屋の床はキラキラと輝きました。それから3人は食べ物の心配をすることなく穏やかに暮らしました。